マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。素晴らしい大絶景が広がっております。ここはどこかと言いますとですね、ですね、赤城山からほど近いどっかの山です。どっかの山なんですよね。ちょっとよくわかんないんですけどね。わお、大絶景だよ。いいですね。そしてですね、こんな山にですね、峠道似合うバイク、こちらですよ。こちらどうですか。これはね、ホンダ CRF250L です。ラリーではないですね。L の方です。やっぱりね、僕はオフ車乗るんだったら、こういう単純明快なオフ車が乗りたいですね。しかしね、オフ車不安の方、僕多いと思うんですけど、どうなんでしょう。やっぱりオフ車乗ってた人でも、今オフ車か、今はいいかなっていう感じなんではないかなと思うんですね。やっぱり旅バイクと言われているですね、アドベンチャーバイクなどを乗ってしまうと、どうしてもね、いや長距離疲れるしな、足つき悪いしなみたいなね、そういう感じで皆様思っていらっしゃるんではないかなと思います。足つきに関してはね、やっぱりセロさんが解決してくれたっていうねところもすごく大きいんじゃないかなと思うんですけどね。そのセロさんもですね、数年前に残念ながらですね、カタログ落ちをしてしまい、ファイナルエディションが発売されてですね、ちょっとね残念ではあるんですけども、僕はですね、そのファイナルエディションが出て生産中止になるよっていう時にですね、オフ車やっぱりどうしても乗りたくて結構乗ったんですよ。このね CRF もその時乗りましたし、それからセロさんでしょ、 KLX 乗りましたね。国産で出てるものはね乗りました。スズキはねちょっと出してないんですけどね、 V スト SX、ちょっとなんていうんですかね、オンだけどオフ寄りのオンみたいな感じですかね。ちょっとね僕はなんとなくわかるんですけど、その違いが、いや大絶景だね。ちょっと分かりづらいところもあると思うんですけど、今国産車で言ったらガチのオフ車っていうのがですね、この CRF250 しかございません。あるか、テネレがそうですね。そんなもんじゃないでしょうかね、オフ車、ガチのオフ車。ごめんなさい、あとアフリカツインのアドベンチャーじゃない方ですね。そのくらいしかないんじゃなかろうかと思うんですね。でガチのオフ車って何ぞやっていうとね、やっぱり飛んだり跳ねたりとかできるものっていうことだと思いますね。サスストロークが長くて飛んだり跳ねたりとかできる、そう考えたら今そのくらいしかないでしょうね、国産だとね。 V スト SX はちょっと違うんだよね。やっぱりアドベンチャー傾向かなと思いますね。でそれこそちょっと前まではね、ホンダは、こう CRF でしょ、それからツーストもね CRM っていうのがありましたし、ヤマハさんはランザ
それから DT ありましたね。それからもう皆さんご存知のセローさんでしょ。それから今テネレさんがねありますけども、で鈴木さんは DR ですね。DRZ で川崎さんが KDX っていうのもありましたね、ツーストのね。KLX は僕は復活してくるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけれども、でもそれがですね、今この KLX がカタログ落ちしている現在ですね、ガチのオフ車で買えますよって言ったらですね、この子だけなんですよ。CRF250L、それからラリーですね。どうしちゃったのかなと思うんですけど、分かりますよね。売れないわけですよね。これ世界的に見たらどうなんですか？世界的には普通にオフ車とか売れてて、日本だけ売れてないんですか？それともやっぱ世界的にやっぱりアドベンチャー傾向があって、オフ車が弱いのか。なんかどっちかっていうと、ガチのオフ車でも、スーパーモーダート的なね、17インチ的な、ハイパーモデルみたいなのありますよね。この前、ドカティも出してきましたし、ハスクバーナーとか、あの辺も、ガチのオフ車もありますけども、なんか注目されるのは、スーパーモーダートの方かなという感じもね、しますけど、なんかね、僕やっぱりオフ車好きで、オフ車で、ダートといってもクローズのダートコースを走ってたわけじゃないんですけども、走ったこともありますよ。走ったこともありますし、僕はダートトラックっていうね、フラットダートでくるくる回るやつをずっとやってて、ずっと、2年ぐらいなんですけどね、いやー、こけましたわ、相当。もうそれで、なんか操作性というかね、フロントブレーキってこうなんだなとか、リアブレーキってこうなんだなとかね、ダートトラックの場合には、フロントブレーキほとんどかけないんですけど、だけどブレーキングドリフトですよね、こうやってなるんだな、それでお尻が流れてるときってサスペンション伸びてんだなとかね、いろんなことを知るんですよね。でそれをね、峠に持ってって走ると、速く走れないんですよ。なんで速く走れないのって、ブレーキが効かないからじゃんとかね、それから姿勢が安定してないからじゃんとかね、いろいろあるんですけど、今のなんかもね、パッとコーナー来て、オーバースピードなんですよ。でオーバースピードじゃないですか。でどうしてもフロントを効かせたくなるんですよね、コーナー傾いてるから。だけどね、リアをちょんちょんって踏んだ方が速度調整しやすくて、リアをちょんちょんって踏んだ後にフロントをちょんちょんってかけるから、スピード減速がちゃんとできるんですよね。あれフロントブレーキガッて握っちゃうとやっぱ危ないです。でリアもガッて踏んじゃうと危ないですよ、後ろ流れちゃうから。だからちょうどいい感じでちょちょんって踏んで、そうすると姿勢が安定するから、でそこからフロントブレーキをかけることもできるっていうね、そういうところなんですけど、やっぱり今のバイクって特に電サスとかになっちゃって、大きいバイクになっちゃうと本当にフロントブレーキだけでことが足りちゃうし、電サス粘っちゃうから、なんかそういうフロントがどうのとかって考えなくても普通にやっときゃ全然いいわけですよね。なぜオフ車売れなくなっちゃったかなって考えるわけですよ。こんなにかっこいいのにね、なんで売れなくなっちゃったかなって、ヴィンテージオフロードみたいなのも、ね、ちょっと一部の人の中ではかっこいいと思ってる方もいらっしゃると思うんですよね。でなんで売れなくなったかなって考えたときに、やっぱりお尻が痛い、最初にね、ちょっと言ったけど、お尻が痛くなる、長距離乗るの大変、足つきが悪い、で遅いとか、ブレーキ効かないとか、いろんな要因があると思うんですけど、やっぱり現代のオフ車って結構解決してると思うんですよね、そういうことが。で特にこの CRF250 なんかだと、まず足つきに関してはシート高 830mm っていうシート高になってるんですけど、実際オフ車のシート高ってそのまま 830mm じゃないじゃないですか。830mm のオフ車なんてセローさんと同じだから、変な話なんだけどクロスカブにつくのね。
ハンター株なんかより全然つくと思うんですよ。だから足つきに関してはもう全然解決してると思うんですね。で、この特に CRF の方、これはね、すごくいい、セロを乗った時にちょっと窮屈だなとかって僕思ったりしたんだけど、全然そんなことないですね。これはもうすごくいいです。そしてね、遅いのはね、250の短気走だから、速くはないですよ、どう考えても。ただ、レベルとか、CB250R とかと同じエンジンなんですよ、この CRF に関してはね。本当よく走る。本当に速いです。120キロ区間なんて楽勝だしね。で、セローさんと乗り比べてみると、やっぱりね、セローさんは今までは素晴らしかったんだと思うけど、やっぱ CRF と乗り比べてしまうと、やっぱ物足んないよね。なんでこんなギアなのかなっていう、5速だからなんですかね。やっぱりもう1足欲しいっていう気持ちもあるし、やっぱりあれで旅するんだったらフロントスプロケットやっぱ俺いじくると思いますね、あれ。1個ロングにしたりとか、1個ね、長数増やしたりとか、フロントをね、そういうような感じで、ちょっとカスタムしたくなる感じですね。100キロでも結構ね、回ってる感じがして、まだ全然低い回ってね、走れるポテンシャルあるのにね、もったいないなって思ったりとかして、でそういったのも、この CRF だとね、すべてがもう解決してるんですよ。6速での高速道路の回転数も非常に低いですし、いや、本当にね、高速道路が遅い、走りづらいみたいなことは、で遅いっていうのも全然解決してますね。もうとにかくよく走ります。だって CB250R のエンジンですよ。レベルのエンジンですよ。めちゃめちゃよく走るよ。で、足つきエンジン、これ解決してますよね。で、最後はね、やっぱお尻問題。お尻問題かなと思うんですね。お尻痛くなるよっていう。で、これはね、僕ね、コツだと思うんですよ。僕今日、もう200キロ近く乗ってるんですね。で、これから帰るから300キロ近く乗ることになるんですけど、多分大丈夫だと思います。で、僕はお尻痛くなるんです。実はね、痛くならないと思ってる方いらっしゃるんですけどね、マサチャンネルは。マサチャンネルね、お尻痛くなります。ただね、よくよく考えてください。シートのね、一番太いところに乗ればいいんですよ。細いところに乗ってたら、お尻痛くなりますって。それとやっぱり、お尻全体で包み込むようにシートに乗るっていうのがすごく大事で、包み込むようにシートに乗るっていうのは、よく包み込むようなシートっていうじゃないですか。いやいやいや、違いますよ。あなたのお尻でシートを包み込むんですよ。で、これはね、広い範囲で、お尻の広い範囲でシートに乗るっていうことなんですね。で、これ工夫したら絶対皆さんできるはずなんでね。なので僕は、お尻が痛い問題も工夫次第で解決できると思います。なので、実はね、僕今 VFR800X 持ってるけど、次はオフ車乗りたいんですよ。で、オフ車の火をね、灯さないでいただきたい。違う。オフ車の火を消さないでいただきたい。俺なんで灯さないって言ったの今。オフ車のこの火をですね、消さないでほしいんだな。やっぱり欲しい人もやっぱりいるし、今、本田さんしか作ってないから、本田さんぜひね、作り続けていただきたいなって思うのと、それから、作ってないメーカーもね、あるじゃん。競技用が。あれちょっとリファインして出しましょうよ。もったいないって。もったいない。っていうことでね、オフ車の火を消さないでいただきたい。メーカーの皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、マサチャンネルはですね、この動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。レンタル1台2万円。マサチャンネル小遣い月2万円。無理です。昨年私20台乗っております。レンタルに20台乗っております。もちろんね、今日お借りした
元奥レンタル、大宮差し置き店のね、方なんかね、ちょっと協力していただいたりとか、したりとかしてる時もございますが、基本、一人で借りております。ですので、このチャンネルを助けると思って、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。それでは、まさチャンネルをこれにて、バイナリー。